霊界通信小桜姫物語浅野朝風呂著16守護霊との問答。岩屋の修行中に私が自分の守護霊と初めて会ったお話を申し上げたばかりについこんな長談義をいたしてしまいました。こんな拙い話が幾分たりともあなた方のご参考になればこの上もなき幸せでございます。ついでにその際私と私の守護霊との間に行われた問答の一部を一応お話しいたしておきましょう。格別面白くもございませぬが、私にとりましてはこれでも忘れがたい思い出の種なのでございます。問い。あなたが私の守護霊であるとおっしゃるなら、なぜもっと早くお出ましにならなかったのでございますか。今まで私はおじい様ばかりを杖とも柱とも頼りにして心細い日を送っておりましたが、もしもあなたのような優しいお方が最初からお世話をしてくださったら、どんなにか心強いことであったでございましたろう。答え。それは一応もっともなる恨み事であれど、深海には深海の掟というものがあるのです。あのおじい様は昔からうぶすなのお使いとして新たに起有したものを取り扱うことにかけてはこの上もなくお上手で、とても私などの足元にも及ぶことではありませぬ。私などは修行も未熟、それに人情味といったようなものがまだまだ大変に強すぎて、思い切って厳しいしつけを施す勇気のないのが何よりの欠点なのです。あなたの起有当時のあの激しい狂乱と執着、とても私などの手に負えたものではありませぬ。うっかりしたらお守り役の私までがあの興奮の渦の中に引き込まれていたずらに泣いたり恨んだりすることになったかもしれませぬ。方々私としてはわざと差し控えて鍵から見守っているだけにとどめました。結局そうした方があなたの身のためになったのです。問い。では今までただお姿を見せないというだけであなた様は私の狂乱の状態を影からすっかりご覧になっておられましたので。答え。それはもちろんのことでございます。あなたの一身上の事柄は現世におった時のことも、またこちらの世界に移ってからのことも一切知り抜いております。それが守護霊というものの役目で、あなたの生活は同時にまた大体私の生活でもあったのです。私の修行が未熟なばかりに随分あなたにも苦労をさせました。問い。まあもったいないお言葉、そんなに仰せられますと私は穴へも入りたい思いがいたします。それにしてもあなた様は何とおっしゃるお方で、そしていつ頃の時代に現世にお生まれ遊ばされましたか。答え。改めて名乗るほどのものではないのですが、こうした深い因縁の絆で結ばれている上からは一通り自分の素性を申し上げておくことにいたしましょう。私は元京の生まれ、父は阿波や左兵衛と申して近隣に仕えたものでございます。私の名は沢子。25歳で現世を去りました。私の地上におった頃は朝廷が南と北との2つに分かれ、一方には新田、楠木などが控え、他方には足利その他東国の武士どもが付き従い、ほとんど連日戦いのない人でもないありさまでした。私の父は旗色の悪い南朝型のもので、したがって私どもは生前に随分数々の苦労辛酸をなめました。問い。まあ
それはお気の毒なお身の上、私の身に引き比べて、心からお察しいたします。それにしても25歳で亡くなられたとのことでございますが、それまでずっとお独り身で。答え、独り身でおりましたが、それには深い訳があるのです。実は、今更物語るのも辛いのですが、私には幼い時から許嫁の人がありました。そして近いうちに行動吉日を選んで、婚礼の式を挙げようとしていた際に、ふと起こりましたのがあの戦乱。間もなく夫となるべき人は戦場の露と消え、私の若き日の楽しい夢は無残にも一朝にして吹き散らされてしまいました。それからの私は、ただ一個の魂の抜けた生きたムクロ。ちょうど蝕まれた花のつぼみのしぼむように、次第に元気を失って、25歳の春に寂しくぽたりと地面に落ちてしまったのです。あなたの生涯も随分辛い一生ではありましたが、それでも私のに比べれば、まだはるかに花も実もあって、どれだけ幸せだったか知れませぬ。上を見れば限りもないが、下を見ればまた際限もないのです。何事も皆、深い深い因縁の結果と諦めて、お互いに無役の愚痴などはこぼさぬことにいたしましょう。おじい様のご指導のおかげで、近頃のあなたはよほど立派にはなりましたが、まだまだ諦めが足りないように思います。これからは私もちょいちょい見回りに参り、ともども向上を図りましょう。その日の問答は、だいたいこんなところで終わりましたが、こうした一人の優しい指導者が見つかったことは、私にとりてどれだけの心強さであったか知れませぬ。その後、私の守護霊は約束の通り、しばしば私のもとに訪れて、いろいろとありがたい助けを与えてくださいました。私は心から私の優しい守護霊に感謝しているものでございます。